いつもご視聴いただきましてありがとうございます。久々に電車に乗ることになったのですが、最近の電車ってすごいんですね。この車両、金目電車というらしく、椅子が金目鯛の柄になってたり、1号車南伊豆、7号車熱海のように各車両でそれぞれの地域の PR をしてたり、3号車では金目鯛博物館があったようなのですが、何も分かってないのでただただ先頭車両に乗り、普段の車から見る景色との違いに感動しているうちに目的地に着いてしまい、何かもったいないことをした気分の竹千代です。よろしくお願いします。さて今回は今まで何度かお邪魔させていただいているお店に再度やってきました。いつもより動画が少し長い理由は、何度か来店したことで紹介する料理が多いというだけですので、どのような料理が出てくるのか気になる方や、このお店のとある芸能人そっくりなイケメン兄弟が気になる方はぜひ最後までご覧ください。ちなみにお店の場所はホテルリーデント伊東の1階、正面入り口横の道を入ってすぐのところにあります。こちらのお店は伊東市中央町にありますお肉と地魚のお店コルクさんです。営業時間は17時から23時で、定休日は火曜日となっております。お店の外には美味しそうな料理の写真がずらりとあります。ちなみにこちらのお店に駐車場はありませんので、車で来店の際はこのお店のすぐ裏側にある有料駐車場をご利用ください。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内は落ち着いた雰囲気となっております。客席はカウンターが7席に、お店の奥にはたくさんのテーブル席があります。また店の外にはちょっとしたテラス席もあり、涼しい時期ならこの開放感は最高ですよね。というわけで今回は少しだけこのテラス席でお食事をさせてもらうことになりました。それではメニューを見てみましょう。まずはお魚料理。お魚料理は店内の黒板に書いてあるとのこと。後ほどチェックします。その他にはグリルにアプタイザーズ、前菜ですね。前菜もいろんな種類があります。続いては4種類のサラダに、揚げ物は7種類もあります。揚げ物が大好きな竹千代にはたまらないラインナップです。お次は新鮮な A5 ランクの宮崎牛のステーキです。いろいろな部位があり、それぞれ 100g の提供になるようです。またステーキの他にも宮崎牛の炙り握りや炙りユッケ、ローストビーフ、レアカツハンバーグ、カルパッチョなどがあります。続いてはパスタです。ペペロンチーノ、クリームパスタ、ナポリタン、アラビアータ、塩辛パスタ、ゴルゴンゾーラのパスタがあり、フィニッシュブロー、とどめですか、多分締めってことですかね。こちらはカレーやピザがあります。続いてはお酒です。ビール、焼酎、サワー、ワイン、カクテル、日本酒などがあり、他にも本格的なワインが大量にありましたが、ここは長くなりすぎちゃうので省略します。こちらは店内の黒板メニューです。その日に仕入れた新鮮なお魚料理やメニュー表にはないオリジナルメニューなどがあります。というわけでまずは生ビール650円を注文。それではお疲れ様です。乾杯。よかったら食べてとマスターが生しらすを出してくれました。新鮮で美味しかったです。まず最初に来たのはエビとアボカドのサラダ900円です。続いては熱々のアヒージョ1000円です。ちょっと取るタイミングが遅れて熱々な感じを完全に逃しました。こちらはパンが4つついてます。予想以上の美味しさです。これパン4枚じゃ足りないですよね。この日は5月で少し寒くなってきたので店内に移動させてもらいました。新鮮な A5 ランクの宮崎牛ステーキです。種類はイチボかシンシンのどちらかだったと思いますが、何回か通っていろんな写真や動画を撮っていたら完全に分かんなくなっちゃいました。すいません。ちなみにお肉はまあまあの厚切りなのにとっても柔らかくて美味しいです。食べ方としてはそのままの塩味を楽しんだり、ステーキソースにつけて食べたりと贅沢な一品を味わうことができました。続いてはコルクのマルゲリータピッツァ1200円です。シンプルな見た目ですがとても美味しいです。そこまで大きなサイズではないので、何人かで行った時にはちょうど良いおつまみになると思います。1人や2人の少人数ではそれこそフィニッシュブローで最後の締めって感じになっちゃうかもしれません。
続いては熱々鉄板焼きナポリタン1000円です。先ほどのアヒージョに比べたら熱々そうな感じが伝わりますかね。と言ってもさっきのは完全に自分の取り方が悪かっただけですけどね。お味の方は安定の美味しさのナポリタンです。下に卵が敷いてあるのが嬉しいですね。ふと昔愛知で食べたナポリタンを思い出しました。あと本当に熱々なのでやけどに注意です。続いてはコルクの肉カレーライス1000円です。これは知り合いにここのカレーが美味しいと聞いたので注文してみました。このお店には何回かに分けて来店してますが、この近所の方なら夕飯としてパスタやピッツァ、カレーなどを食べて帰るのも全然ありだと思います。車じゃなければ飲めますしね。ちなみにカレーはじっくりと煮込まれてコクがあり、とっても美味しかったです。続いては超濃厚クリームパスタ1200円です。名前の通り本当に超濃厚です。クリームパスタが好きな方ならきっとハマること間違いなしだと思います。ただ濃厚すぎるがゆえにお酒の席でのんびり食べてると固まっちゃいそうなので、この時だけは会話をガン無視してサクッと食べることをお勧めいたします。そういえばこの日なんですけど、とあるアイドルグループの打ち上げとバッティングしたんですよね。その話の中でこのお店に飲み放題のシステムがあることを知り、イケメン店員さんに飲み放題の話を聞いたところ、コルクの飲み放題とは料金は5000円、2024年6月からは6000円です。時間は2時間、料理は完全にお任せで、飲み物はメニュー表の決められた範囲の中から注文とのこと。というわけで後日、2時間飲み放題で再度来店。しかも6月の来店だったのに5月中に予約したため1人5000円でやってくれました。飲み放題のメニューは生ビール、焼酎、サワー、ワイン、カクテルの中から選びます。もしかしたら日本酒も熱燗なら OK だったかもしれないです。お任せの料理もサクッと紹介していきます。まずはエビのサラダです。続いてカマンベールフライとチーズ揚げです。続いてお刺身3種です。種類はマグロ、カツオのたたき、アジのたたきです。お次はいいレバーが入ったとのことで出してくれた国産牛のレバーです。ごま油でニンニクにある程度火が入ったら、レバーの横にあるネギを入れ、レバーをニンニク、ネギ、ごま油で熱してネギと一緒にいただくとのこと。レバーに臭みなんか一切なく、本当にびっくりする美味しさでした。いやー、これだけでも来た甲斐があったってもんです。ちなみに今紹介している料理ですが、大人4人で行った場合の量ですのでご了承ください。続いては釜揚げしらすのブルスケッタです。続いてトマトとモッツァレラのカプレーゼです。お酒がすっごい進みます。ここでメインの和牛ステーキ2種です。だいぶ飲んでるのもあってまた肉の部位を忘れました。それこそ多分イチボとシンシンだったような気がします。違ったらすいません。片方は柔らかくジューシーで、もう一種は食感強め。どちらもそれぞれ塩やソースでいただき、大変美味でございました。最後は先ほども紹介した超濃厚クリームパスタです。この後デザートもあったような気がしたのですが、酔いすぎたのか写真がありませんでした。最後に芸能人そっくりのイケメン兄弟ですが、兄は斎藤工にそっくりで、弟は羽生結弦に似てません？なんか似てますよね。通常のメニューも結構リーズナブルだと思うのですが、飲み放題のお任せ料理のお得さには本当に驚かされました。今は2時間飲み放題が6000円に値上がっちゃいましたが、1000円くらい2杯も飲めば元取れちゃいますしね。なんなら12杯ぐらい飲めば料理はタダみたいなもんですよ。そして飲みすぎても大丈夫。匠かゆずるが店先に呼んだタクシーまで優しくお見送りしてくれると思います。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。